皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、安倍総理の辞任と日本の未来についてです。安倍総理には持病がありました。この持病が再発しました。そして持病が再発したことにより、新しい薬の投薬治療というものが今後1年間程度は必要であるという診断がされたそうです。そのため、今後重要な判断を行う際に、例えば体調が不十分であるために判断が遅れてしまったり、もしくは判断するための十分な思考ができないようなことがあれば、それは総理の職務として非常に問題があると考え、総理の職を辞することとしたそうです。ですからこれは仕方ない決断だと言えるでしょう。安倍総理は非常に長い間総理という職務をこなしてきました。これまで本当にお疲れ様でした。安倍総理の行ってきた政治のその結果については、これから歴史が評価してくれるでしょう。少なくとも民主党政権から自民党政権へと変わり、日本経済は基本的には回復傾向をずっと示してきました。間違いなくその点においては安倍総理というものは日本を回復軌道に乗せた総理です。ただし、どの程度回復させたかという話と、回復だけでは不十分であった、日本経済を発展させる方向に導く必要があったという具合にして、不十分である、いわゆる100点満点を目指すには、100点満点には程遠いといった評価などは、今現在でもすでに存在しています。しかし、あたかも何もしていなかったかのように罵倒するのは大きな間違いですし、安倍政権が日本を破壊してしまったというような表現をする方もおられますが、これは明らかに誤った判断でしょう。人間はとかく0点か100点かといったような極端な評価の仕方をしてしまいますが、現実問題にはそのような極端な表現というのは明らかに現実を言い当ててはいません。安倍政権の行ってきた政策というのは、良い政策もあれば悪い政策もあり、またその中においては十分な成果を上げた政策もあれば不十分な成果しか上げられなかった政策、そして全くの効果を出さなかった政策など幅広くそれぞれ評価は異なるのです。ですから全体を通して良かったか悪かったかという評価においては、必ずしもそうした個別の政策の評価というものが全て反映されるわけではありません。例えば安倍総理が掲げた経済政策アベノミクスなどは、金融政策においては間違いなく日本経済を復活させるだけの金融支援というものが行われました。それにより間違いなく日本経済はそこから復活をし始めています。ですが、現在の世界情勢から言えば、アメリカや中国の IT 企業が非常に大きな発展を見せている中において、それはあまりにも競争力の乏しいものです。そうした意味においてアベノミクスに必要だったのは、成長軌道を明らかに描くような民間企業の目覚ましい発展を導くことでした。しかしそのようなことが果たして他の誰かであれば可能であったかどうかというのは結構難しい問題があります。少なくとも民間企業の発達というものは決して政府がレールを敷いたからといって確定的になるものではありません。中国のようにスパイ経済をするわけにはいきませんし、かといってアメリカのように世界各国から優秀な人たちをどんどんと集めるような、そうした市場環境が日本にあったわけでもありません。もちろんそのような市場を整備するための政策といったものは必要だったでしょうが、残念ながら日本はそうした政策については非常に疎いと言わざるを得ません。そういった意味では安倍政権の掲げたアベノミクスというのは50点か60点か、そういった非常に中途半端な得点を稼いだような形になり、日本経済を大きく発展させるような80点90点の政策効果というものを生み出したわけではありません。だからといって街に失業者が溢れるような10点や20点の政策であったかといえば、もちろんそのようなことはないのです。さて、安倍総理が辞任することが決まったわけですから、今後の日本に求められるものというものについても少し考えていきましょう。まず第一に考えなければならないのは何といっても、国際情勢上において米中冷戦構造というものがだんだんと深刻化していくであろうということが考えられます。ですからこのような状況下において大事なのは、外交や防衛問題についてしっかりと日本を守りに行くということが求められます。そして外交や防衛というものを下支えするのが経済です。日本全体としては少子高齢化していき、労働者の年齢層というものが非常に高い状態にありますが、そのような状況で若者がどんどん減っていくのですから、今後どのような政策を取っていくか、その政策というものが日本経済の発展にも非常に大きな影響を与えることになります。少なくとも間違った政策などを取っていれば、経済発展には非常に不利なこの人口形態においてさらにマイナスの効果をもたらし、日本の企業というものが世界からどんどんと取り残され、そして日本国外では全くビジネスのできないようなローカル企業にへと成り下がってしまいます。
そのようなことになれば当然のように大きな技術格差というものが内外で発生し、海外から入ってきた企業があっという間に市場を占有してしまい、日本企業を淘汰する、そのような未来が待っていることになります。このような事例というのは、すでに Google や Amazon といった企業がある程度体現した部分がありますが、今後、未来においては、自動運転の車であったり、量子コンピューターによる暗号技術などによる金融技術の発展など、その産業によって大きな変革がもたらされ、それによって日本企業は淘汰される可能性というものは十分あるのです。そうやって民間企業の活力が失われ、そして海外の企業により日本市場を占有されるようなことになれば、日本経済は活力を基本的には失ってしまい、日本の国防を支えるような国家予算の規模というものも縮小せざるを得ないようになってしまうでしょう。国を守るということは、そのためには経済力が必要で、その経済力をもとにして子どもたちへの教育を施し、高い高等教育を受けた子どもたちによって企業が発展し、そこで生み出された富というものをもとにして未来への投資、そして自国を守るための装備品を整えたり、外交を展開したりするといった資金にするのです。そういった意味では安倍総理の後を引き継ぐ総理というのは非常に重要な使命を帯びます。少なくとも米中冷戦下において愚鈍な総理というものが誕生してしまえば、日本の経済は悪化の一途をたどり、それによってありとあらゆる分野においての破綻というものが始まるでしょう。教育に予算を振り向けることができなければ、当然のように子どもたちの未来は閉ざされてしまいますし、防衛予算にお金を回すことができなければ、これもまた当然のように中国の圧迫というものを跳ねのけることができず、どんどんとその侵略を許してしまうことになるでしょう。しかし、こういった話をしたときに非常に大きな問題があります。それは次の総理にふさわしい人物は誰なのかといった話になったときに、この人が絶対いいと多くの人が言うような人物というものが日本には残念ながらいないことです。例えば現在世論調査を各社が行ったときに、その1位になる人物が誰かといえば、それは石破茂議員です。しかし、石破議員の場合は、どうしても日韓関係やもしくは日中関係など外交問題において友好を掲げて必ずしも日本を守らない可能性がある、そういった問題を抱えている人物です。韓国側の報道を見ていると、安倍総理に対する韓国側の評価というものは非常に辛辣です。安倍総理というのは韓国側の言うことを聞かない非常に嫌な総理であるというような評価をされています。これ自体は非常に良いことです。実は日韓関係というのはこれまで韓国側の意見をなぜか日本側が渋々飲むというような非常に間違った形での外交というものが展開されてきました。ですから安倍政権に代わってこの関係を修復するために間違っていることは間違っていますよということをはっきりと言えること、それ自体は非常に良いことだったのです。それに伴ってムン・ジェイン政権が現在のまま安倍政権が続くのであれば日韓関係は正常化するのは難しいなという感想を漏らすのは実は非常に良いことだったのです。ところが世論調査1位の石破議員が総理大臣になった場合は少なくとも韓国側はこれを期待しています。石破茂議員であれば韓国との関係は良好になるという評価を韓国側の報道などは行っています。石破議員の韓国に対する問題への発言などを見ていると、どちらかというと日韓友好を前提として彼らの言い分もしっかりと聞くべきだといったようなそういった発言などが目立ち、残念ながら韓国に対して明確に強く問題行動に対しては強く出るぞといった発言などは聞かれません。例えば自称徴用工問題に対して麻生副総理などは日本企業の資産売却などを韓国が進めるようであれば金融制裁なども実施することを考えなければならないなといったようなことを言っているわけですが、こういった問題に対して石破議員はそのような制裁をかけるといった話などはほとんどしていません。日本の側にも問題があったんじゃないですかみたいなことを必ず言うわけです。では石破議員がそのような日韓友好というものを考えているのであれば、やはり他の人にした方がいいなと思うわけですが、じゃあ世論調査2位や3位の人物が誰かといえば、その時には菅官房長官の名前であったり河野防衛相の名前なども上がってきます。しかしどの議員にしても必ずどこかしらの欠点を抱えているものです。例えば世論調査などを行った際にもっと総理は若返った方がいいという意見などがあり、そのために小泉議員の名前が挙がったりもするのですが、彼は非常に若く、そのために考えに芯がないように私には見えます。同じような理由で岸田さんなども外交問題において非常に強く当たられた時にあっさりと折れて相手側の意見を飲んでしまうのではないかという非常に芯の弱さを感じることがあります。
もちろんこれはあくまでも現在の評価であり、実際に総理になった時そうなのかどうかというのは分かりません。ですが、現在の次期総理候補の人たちというのはどこかしらに A という政策に対する考えはいいんだけど、B という政策に関しては非常に問題があるなといった具合にして、どこかしらの欠点を抱えているものです。ですから、この人で全てをお任せしたいというような人物がいないということもこのまた事実なのです。そしてここでは出てきませんが、野党に政権を譲ったらみたいな話をする人もいるわけですが、少なくともそれは論外でしょう。基本的に民主党政権が行った政策というのは、日本経済を根本的に破壊するような方向にへと進んでしまい、その弊害というものがその後の安倍政権で是正されていくというような、かなり無駄な話というものが随分と続いたように思えるからです。そのようにして自民党にも問題があるし野党にも問題があるというこのような状況下で新しい総理へと移り変わっていくのですから、日本国民の中で政治に期待できないなという人たちが今後も増えてしまうのではないかというのが私の一つの心配事でもあります。しかしそのような心配事を通り越して世の中の状況というのは刻一刻と進行していきます。今後誰が総理になるかというのは状況を注視していかなければならないわけですが、私自身はどのような人物が総理になろうとも良い政策は良いと言いますし、悪い政策は悪いというこのスタンス自体を変えるつもりはありません。どのような人物であっても良い面はありますし、悪い面は必ずあるものです。しかしできればより良い政策というものを数多くするような、そのような総理大臣に次にも日本を率いていってほしいものです。そうしなければ米中冷戦下におけるこの世界情勢の変化において日本がどんどんと取り残され、そして日本人自身の生活などについても自力になっていく、そのような未来というものは避けなければならないからです。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。私自身はこのニュースを最初来た時にというふうに驚きました。しかし同時に病気のせいだよという話を聞いた時にやっぱりなという気もしました。このような事態が果たして悪いこととして残るのか、それともいいこととして残るかというのは結局のところ次の総理大臣が何をするかによって変わります。次の総理大臣がより良い業績というものを残せばあの時変わってよかったなとなりますし、次に変わった総理がよりひどい結果というものを出してくるようであれば、安倍総理があそこで病気になって総理が交代したということは日本にとって悲劇だったなというふうに評価は変わるものです。できればより良い日本というものを作ってくれる総理大臣に変わってくれることを私は願っています。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そしてメンバーに加わってくれる方もこれからも募集を続けています。私自身がこのチャンネルでの情報発信を続けていくためにも多くの方のメンバーの支援というものをお待ちしています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。